皆さんこんにちは、フジロクです。今回はハンドミキサーを使わず泡立て器とゴムベラだけで美味しいロールケーキを作りたいと思います。さて、気合が入ったところで早速作っていきましょう。本来ならお菓子作りはハンドミキサーは必須の道具になるのですが、持っていない方もいらっしゃると思います。持っていない方の参考になるかなと思ったのと、私自身少し挑戦したかったので、今回このような動画を撮影しました。泡立て器だけで作るというのはかなり難易度が高いです。初めてロールケーキを作るという方はぜひハンドミキサーで作った動画があるので、そちらをご覧ください。泡立て器だけでしっかり泡立てるのは利き手ばかり使っていると疲れてしまいます。なので右と左を交互に混ぜるようにしていきます。そしてこのようにボウルを傾けて泡立て器で下から生地をすくい上げるようにして混ぜると、かなり空気が含まれます。これはかなりスピードがいるので、疲れてきたら元に戻して左手に持ち替えて混ぜるようにしていきます。利き手と反対の手で混ぜるときはこのようにボウルにすりつけるようにして混ぜるのが一番簡単です。丸く混ぜるさっきの方法はですね、私左手ではなかなかできないんですね。これは利き手の作業です。下からすくい上げるように急いで混ぜる。ボウルの角度はほとんど90度ですね。これができるのは利き手で、これが終わったら左手に持ち替えるというのを繰り返してやっていきます。この混ぜ方すっごく疲れるんですよね。ガーッと一気に混ぜて、ふーっと力を抜いて左手で混ぜて、そして右手が休まったらまた交代して一気に混ぜる。この右左右左を交互に繰り返して一気に空気を含ませていきます。生地の状態を近くで見てみましょう。だいぶ白っぽくなってきましたね。ハンドミキサーだとこの作業めちゃくちゃ楽なんですけど、どうしても泡立て器疲れてしまいます。でもですね、意外と時間は変わらないので、腕力に自信がある方はぜひ泡立て器でもやってみてください。あとこれはふざけてるわけじゃないんですけど、体を上下に動かしながら混ぜるとすごく楽になります。肩の力が入ってしまっている今みたいな状態ですね。力を入れて一気に混ぜるっていうこの作業をずっとやってると絶対に疲れるので、時にはこう体を上下動かしながら肩の力をふっと抜いて手首だけで混ぜれるようになると、力がねかからなくてしっかり泡立てることができます。はい、卵黄の生地が完成しました。これぐらい白っぽくなれば、続いてメレンゲを作っていきましょう。はい、じゃあ今からメレンゲを作っていくんですけども、私初めて泡立て器だけでメレンゲを作ります。メレンゲをふわふわに立てるポイントというのは、卵白が冷えていることということで、氷水に最初は当ててキンキンに冷やしておきました。ある程度冷えたら氷から下ろしてさらに泡立てていきます。この時私は思いました。卵白はめちゃくちゃ簡単です。さっきの卵黄と砂糖の生地、蜂蜜が入った卵黄の生地より卵白の方がすっごく混ぜやすいです。ただやっぱり軽すぎて力が逃げちゃう感じがあるので、どちらにせよやっぱりハンドミキサーに越したことはないですね。乗ってますね。ノリノリですね。はい、しっかり混ぜていきます。先ほどよりふんわりと泡立ってきたので、2回目のグラニュー糖も加えていきましょう。ロールケーキのメレンゲは結構緩めに作った方がいいです。あまりメレンゲ立てすぎると生地が割れてしまう原因になるので、メレンゲは緩めに作ります。なのでグラニュー糖のタイミングも結構早めになります。さて、先ほどと混ぜ方が少し変わったのが分かりますか？すくい上げるようにして混ぜるようにしています。卵黄生地は結構もったりするので、ぐるぐる混ぜて、はい、やってもね生地が落ちてこなかったんですけど、メレンゲの場合はサラサラすぎて生地がね落ちてくるので、すくい上げるようにして混ぜます。そして左手でまたこすりつけるようにして混ぜます。これを繰り返してやっていきましょう。かなりふわっとしてきましたね。ふわっとしてきたら次のグラニュー糖を加えてさらに泡立てていきましょう。お菓子作りってめっちゃ大変じゃないですか？皆さんなんで痩せないんでしょうね。すごい動いてるつもりなんですけど全然痩せませんよね。
ね、食べ過ぎてるんでしょうね。はい、じゃあ続いてね、泡立てていきましょう。メレンゲが完成に近づいてまいりました。チェックをしてみましょう。ぐるぐると混ぜてゆっくり持ち上げてピンと角が立てば完成です。いい感じですね。もう一度チェックをしてみましょう。ぐるぐるっと混ぜてゆっくり持ち上げる。そして角が立てばいいですね。ちょっと角の先が軽くお辞儀するぐらいがベストな硬さです。決め整える。ここでいいかな。続いてメレンゲのキメを整えていきましょう。泡立て器でゆっくり混ぜてキメを整えていきます。ハンドミキサーの場合だと低速で優しく上下にさせながらキメを整えます。それではメレンゲを卵黄生地に加えて混ぜていきます。メレンゲの1/3を加えて泡立て器で切るようにして混ぜ合わせていきましょう。2回目のメレンゲも加えていきましょう。泡立て器でこのように切るように混ぜてください。そして混ざりきる一歩手前で次のメレンゲを加えていきます。メレンゲはこのように卵黄にスッと溶けるぐらいの柔らかさがいいですね。メレンゲ立てすぎてしまっているとなかなかきれいに混ざらないし、焼いた時に割れる原因になります。メレンゲかなり緩めというのを覚えておいてください。続いてふるっておいた薄力粉を3回に分けて加えていきます。混ぜるときはこのように切って混ぜるようにしましょう。ひらがなののの字を書くイメージですね。右手でのを書きながらボールは反時計回りに回していきます。お菓子作りはこの混ぜ方ができないとほぼできないと思ってください。特にふわふわ系のロールケーキ、スポンジケーキ、この混ぜ方ができないとかなり致命的です。この混ぜ方というのはお菓子の本でよくあるさっくり混ぜるという一言で片付けられているのですが、詳しく説明すると、右手でゴムベラを持って右手は時計回りに回します。そして左手でボールを持って左手は反時計回りに回します。この混ぜ方を一言でさっくり混ぜると表現します。この混ぜ方結構難しいので、私動画でゴムベラマスターという動画撮ってますので、この混ぜ方に自信がない方はまずそちらを見てやってからこのロールケーキ作るようにしてください。続いて湯煎で溶かしておいたバターと牛乳を生地に加えていきましょう。バターと牛乳の中に生地の一部を入れて混ぜる。こちらを犠牲生地と言います。犠牲生地を作って、しかもそれを3回に分けて加えることで均等に混ざりますので、必ずバター、牛乳は犠牲生地にして3回に分けて加える。これを覚えておいてください。そしてボウルの中に入れるときは一気にザバッと入れるのではなくって、このようにゴムベラに当てて入れるようにしましょう。そうすることで生地が全体に行き渡ります。さて生地が完成したので天板に流し入れていきます。天板は 28×28 のパナソニックのオーブンの天板を使っています。オーブンの天板の大きさがそれぞれご家庭によって違うと思うのですが、基本的に私は 28×28、784平方センチメートルのものを使っています。もし皆さんのご家庭のオーブンの天板の大きさが違うのであれば、私のベースが784平方センチメートルに比べて自分が大きいか小さいか、その割合が果たして何倍かで計算方法変わってきますので、それでレシピを変えるようにしてみてください。簡単な算数の問題なので皆さんきっとできると思います。何でもかんでも聞くんじゃなくて考えたり調べたりするようにしましょうね。さてそうこうしているうちに天板に生地が流れて整える作業になりました。整える時はこのようにカードで丁寧に整えるようにしてください。OK。天板の下からトントンと叩いて余分な空気を逃がして、そして180度に予熱しておいたオーブンでおよそ14分焼いていきましょう。イエーイ、焼けたぜ、イエーイ。
天板。生地が焼けたらそのまま置いておくとしぼんでしまいますので、熱いうちに必ず網に出すようにしてください。カメラに当たる。カメラに当たる。できたー。やった。それではロールケーキの中に入れる生クリームを泡立てていきましょう。生クリームとグラニュー糖をしっかり硬くなるまで泡立てていきます。硬さで言うと9分立てぐらいですね。あまり緩いと巻いた時にブチュッと潰れて出てくるので、少し硬めに泡立てるのがポイントです。 OK。 よし。それでは生地をひっくり返していきましょう。クッキングシートを上に置いてよいしょとひっくり返します。そして先ほど泡立てた生クリームを塗っていきましょう。塗るときはカードを使って塗っていきます。まずは四隅に伸ばしていきましょう。続いて生クリームを整えていきます。生クリームは手前が多め、奥が薄めになります。なので奥の方からカードを引っ張ってきて手前に生クリームをたっぷり溜めていきます。少し山のような形ですね。手前が高さがあって奥の方が低いというように小さな山を作ってください。それでは早速巻いていきましょう。このように半分ぐらい巻いて紙を外してください。このように紙に生地がつかなかったら大成功です。半分ほど巻いたら続いて4分の3ぐらいまで巻いていきます。そしたらこの紙をですね、くるっと90度回転させて巻いていきましょう。自分の体に対してロールケーキが縦の状態ですね。このようになれば一度紙から外して紙に戻します。端っこの方に置きましょう。そしてロールケーキを締めていきましょう。左手はロールケーキを持ってお腹の方に寄せていきます。右手は紙、下の紙ですね。紙を向こう側に引っ張りましょう。左手は自分の方に、右手は向こう側に引っ張ります。できた。いいじゃん。ちょっとここがひび入っちゃったわ。これひっくり返すときに手がめちゃめちゃ当たった気がする。98点。イエイ。よし。はい、ということでロールケーキが完成しました。しっかり冷蔵庫で冷やしてから包丁でカットしていきましょう。ケーキを切るときは必ず包丁を温めてから切るようにしてください。包丁をしっかりガスやお湯で温めて切ると、このようにクリームが断面につかずにきれいに切ることができます。続いてケーキフィルムでケーキを巻いていきましょう。こちらのフィルムは最近だと100円均一などで買うことができます。このようにフィルムを巻くときはちょこっとだけクリームをつけて、それを糊代わりにして巻きます。巻いたらアルミホイルなどに移してこのようにすると可愛らしいケーキが完成です。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。泡立て器だけでもケーキはこんだけ美味しく作れるんですね。道具のせいじゃなくって意外と自分の技術だったりしますので、お菓子作りの参考にしてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。